釣れるのはサッパとカタクチ。今日は小雨です。満気が潮はつかんかった。朝のこいつかかっ5時。たの。赤いラインが平年の水いやい温で、や、約2度低いです。こんな風に。の意見ですが、生姜焼きに負けないご飯が進むおかずです。いや、やっぱり最高にうまいよね、これね。おはようございます。お久しぶりでございます。今日はですね、朝一番から福出漁港にやってきました。3月の11日朝の5時40分です。まだ暗いです。ちょっと小雨降ってますけれどもね、さてと準備してやっていこうと思います。もうね、あとは今ちょっともう竿はですね、セットはしたんですけど、まだ一頭も投げてません。朝一番はね、新しい天秤、このね、ここのところはなんていうんですか、あのゴムじゃなくて、なんかちょっと、今日はもともとですね、アジ釣りに来たんですけれども、今日もね、まだスナメリがいて、アジが全く釣れません。水温はね、一番寒い時は、なんとか出した感じですね。水温はね、14.5度ぐらいでした。それなので、アジいいかなと思ったんですけど、ダメでした。サッパがね、すごい湧いてて、来たからにはね、小マスも溶かしちゃってあるんでね、サッパを釣って、今日はね、ママカリ。岡山の方ではね、サッパの酢漬けのことをママカリっていうらしいんですけども、僕がね、いつもやってる、ママカリの食べ方、あとですね、付け合わせっていうわけじゃないんですけど、それにするソースというかね、それもね、本当にね、ママカリ、ご飯を借りてきても食べたくなるっていうのがママカリの、語源らしいんですけども、いや、このママカリね、食べ方によってはね、生姜焼きに匹敵しますよ。生姜焼きってご飯めちゃめちゃ進むじゃないですか。それに匹敵するってどれぐらいご飯に合うかっていうこと。ちょっと最後の方まで見ていただいたらね、そこまで紹介しておりますので、どうぞ最後までご覧ください。あと、最後の方でね、2月に入って全然青物が釣れなくなって、だけどね、先週の火曜日か月曜日にですね、青物かけた方いらっしゃいますよ。餌釣りですけどもね。それで水温が上がるタイミング、本当はね、2月の23日に水温が思いっきり浜名湖あたり上がる予定が、それが3月の5日になって、結局、本当はその後の予報だと今日だったんですけど、今日も結局上がらず、あと5日ぐらいかかりそうですね、本当に水温がね、上がってくるのっていうかね、青物が、活性が上がる水温になるのは、まだチャンスありますのでね、最後の方またちょっとそこも説明しようかななんては、今、現時点では思ってます。ここまで、うわ、これは無理だ。これは無理だ、直せんわ。多分、直せるかな。今日はね、結局、サビキ2つ潰しましたかね。釣ってあ、る投げたり今、ね。イワシ落ちたな。そうそう、カタクチイワシがいたんですけれども、どうしてもね、遠くから巻いてきちゃうんで、
カタクチイワシはね、釣り上げれたのはね、5匹だけだったんですけども、上げるときに、ポロって落ちなかったら、多分15匹ぐらい釣れてたんじゃないかなと思います。今日もね、まだ、ここに1ヶ月半ぐらいね、もうスナメリがずっといるんですよね。まあ、話に聞くと、やっぱり常連の方たちに聞くとね、アジはやっぱりスナメリを察知して、まあ、隠れちゃって、ほとんどね、釣れなくなるということなんですけども、やっぱりちょっとサッパとかの方がバカなんですかね。それは私は分かりませんけれどもね。サッパなんかはスナメルがいるいないはアジほどには影響しないということだと思うんですけれども、これまあほとんどね、今日結局どれくらいやってたのかな、1時間ちょっとで、このね、まあ釣ってる時間よりも、釣ってる時間って、まあこれ全部釣ってる時間なんですけども、一番時間かかるのカタは、クチはね、上げるときにね、かなりの確率で落ちますね。口が柔らかいもんで。まあね、手竿でね、延べ竿ですぐこうやってね、群れの中に入って釣っちゃうんで、どうしてもね、また食い上げるのでね、サッパはね、サビキの絡みを取ってる時間ばっかで、もうそれがね、今日の釣りのほとんどの時間、7割ぐらいそれだったんじゃないかな。餌というか仕掛けが海に入ってる時間よりも、僕がね、サビキをね、直している時間の方が長かったんじゃないかなと。なんかそんな風にそんな感じでしたね、今日はね。こんなのばっかなんですよね。まあね、魚釣りのところはこんなもんで、まあこの後ね、もうあと数十秒もう魚釣ってる、クリップは終了いたします。この後ですね、ママ狩り、サッパをママ狩りにするところの、動画をもうちょっと上げようかなと思っております。料理してるところですよね。これね、あのまあまあね、せっかく来たんですからね、もう1時間ぐらいで50匹、60匹釣れちゃったんで、まあ、サッパなんでそんでそんなもんなんですけれども、これもね、まあ、全くゼロで帰るよりはね、これ、手間ですけど、サッパをママカリにするとめちゃめちゃ美味しいので、そこもね、どうぞご覧ください。はい、これはね、早送りではありません。これ、普通のスピードでやってます。小さい魚なんですけどね、まあ、ちゃっちゃちゃっとやっていけばね、1時間ぐらい、50匹、60匹、1時間ぐらいでできるかな、なんとか頑張ればね、こんな風に。とにかくね、西深の魚なんで、アジとかに比べると相当鱗が強いので、鱗だけは十分に注意してしっかり取っていただきたいと思います。タッパーはね、途中でね、何回も洗います。今ここでもう鱗を取った時点で、またここでまたその鱗をね、今洗ってるところです。これを何回も繰り返します。サッパの鱗だけで詰まります。こういうふうな小さな魚をさばくときはですね、ペティナイフか、私、この小手羽、すごい薄いやつなんですよ。すごい薄葉の小手羽、これが一番いいかなと思います。僕、この、ね、小手羽結構気に入ってます。薄葉のやつね。大きな魚はね、ちょっと骨が太いものとかね、切れないです。これ、すごい薄葉、安いやつなんですけどね、1個持っておくとね、便利です。1500円ぐらいだったかな。
サッパはね、一匹一匹はね、食べるとこ少ないんですけど、まあ、大量に釣れますんでね、少しね、身がね、一匹一匹のちょっと少なくなったとしてもね、もう、あんまり気にせず、どん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 さばいちゃってください。すべてをね、3枚におろし終わったら、ちょっと、塩をね、塩を軽く振って、ちょっと揉んで、もう一回ね、内臓と、鱗をね、もう一回取り切ります。本当にね、鱗だけはね、こいつしつこいんでね、真水でずっとやりすぎちゃうと、ちょっとね、緩くなっちゃうんで、まあ、塩を少し入れてもらって、やってもらった方がいいかなと思います。こんな感じでね、これぐらいで勘弁してもらいましょう。そしたらですね、煮沸消毒してあるね、これは桃屋かなんかの瓶なんですけど、これ煮沸消毒してあります。熱湯でね、5分以上煮沸消毒してあるんですけど、これをですね、ピッ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 タンスがなかったら買ってこないと。買ってきましょう。まず1個分はあるけど、よし。ここにですね、鷹の爪。まあ、種は僕は除きます。1個。入れて。こんなもんかな。いや、やっぱり最高にうまいよね、これね。サッパの上にかかってるのはですね、桃屋の刻み生姜です。刻み生姜っていうやつ売ってるんで、これね、自分でね、煮てもいいんですけど、この桃屋のやつ、そんな高くないんでね、これ使ってみてください。めちゃめちゃうまいです。めちゃめちゃ合います、サッパと。いや、ママカリっていうだけあるわ。実を言うと、こいつだけちょっとね、普段ね、普通の簡単酢使ったり、自分で作ったりして、酢で締めてるんですけども、簡単酢のレモンっていうやつがね、あったんでね、これだけちょっと違うんですよね。よいしょ。まあ、ここ最近ですね、全然魚がね、青物はね、2月に入ってから全く釣れなくなったのはもう水温だと思います。去年のね、2月のね、平均水温で 15.4 度ぐらいあったんですけど、今年はね、12.7 度とかがずっと続いて、その後も 13.5 度ぐらいだったんですよね。ブリって14度を下回ると、ものすごく活性が落ちるらしいんですよね。話に聞いたとこだとね、2月の終わりぐらいだったかな、3月の頭かな、一人ね、まあ、銀平、ウグイを買ってきてね、かかってばらしたっていうのは聞きましたけれどもね、ほとんど釣れてません。それでね、私ね、最近ね、これ買いました、これ。これね、ロングキャスターっていう、この、深瀬釣りの、まあ、コマス巻く時の試着ですよね。これね、タックルベリー、中古釣りムで買ってきました。これね、新品で買うとね、1万円ぐらいするんですけども、ほとんど傷がないんですけども、まあ、ここちょっとはあるかな。でも、ほぼほぼ新品に近いのはですね、まあ、2700円だったんで、ちょっといいの買ってきました。深瀬釣りってほとんどやらないもんで、仕掛けとかね、もう、浮きとかなかったんですけど、これ1個ね、300円ぐらい。300円ぐらいだったんでね、ちょっと買ってきて、まあここからね、釣り物がなんか釣れるものがね、なかなかないので、ここからね、僕、
黒鯛とかもやりたいなと思ったんですけど、黒鯛釣りやってる方ね、YouTube で上げてらっしゃる方も結構多いんでね、私、深瀬釣りでね、コッパメジナでもいいんで、ちょっとまあ、40センチぐらいのメジナを狙ってね、ちょっとね、網干し場あたりでね、深瀬釣りでも、他の釣り物がまた釣れるような時期までね、やってみようかなと思ってます。今日はですね、実際には、朝、福出漁港にアジ釣りに行ってアジが釣れたらそれを持って、海釣り公園に行ってここからですね、泳がせ釣り、それを餌に泳がせ釣りやる予定だったんですけども、福出漁港にはまだスナメリがいました。もう1ヶ月半ずっとスナメリがいます。全くアジ釣れません。サッパと、あとね、カタクチイワシが、サッパの中に混じってね、4匹ぐらい釣れましたけど、ほとんどサッパがついちゃうんで、今日はね、サッパを釣ってきました。そんな感じです。もうしばらくだったらね、ちょっと今度、メジャーの深瀬釣りでもやろうかなと思って、ちょっとね、いいやつ買っちゃいました。中古で3000なんで、3000近いんでね、これね、チタンらしいですよ、チタン。チタンの、これね、ロングキャスター T って書いてあるのがチタンの意味らしいですね。これが新品だと1万円ぐらいするらしいですけど、2700円でした。